月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめくの。境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずに。だんだん切なくだんだん寂しく。好きなの音聞けたらいいのにね。中華そばの命。ゆうこです。今日は高校卒業以来初めての同窓会。久しぶりに懐かしい顔に出会ってみんな大はしゃぎなの。すっかりニキビもなくなって綺麗になったわね。先生、ご無沙汰してます。あら、栗田さん、相変わらず元気はつらつね。はい、先生もお元気そうで何よりですわ。新聞社にお勤めって聞いたけど、よっぽどお仕事張り切ってんのね。ゆうこは食べ物の欄を担当してるんですって。美味しいものを食べ歩いてるんですって。羨ましいわ。栗田さんにぴったりのお仕事じゃないの。何しろあなたはクラスでも一二を争う食いしん坊だったんですものね。やだ先生ったらもう。あらそうそう、食べ物といえばますみさんとまゆみさんはラーメン屋さんに嫁いだのよね。はい、卒業して2人ともすぐに。へえ、あなたたち双子で同じ店やってるの？ますみさんとまゆみさんはラーメン屋さんのご兄弟のところへ一緒に嫁がれたのよ。へえ、知らなかった。あ、そうだ、栗田さんに新聞で取り上げてもらったら宣伝になるわよね。あ、それいい、グッドアイデア。そうね、それでは取材がてらラーメンをごちそうになりに行くかな。あ、ずるい、特権特権。そうやってあちこち食べ歩いてるんでしょ。そんなことないって。嘘言うこったら。どうしたの二人とも、元気ないじゃない。ごめんなさい、ついはしゃぎすぎちゃって。違うの、ちょっと心配事を思い出しちゃって。マスミったら。心配事って？まゆみさん、ますみさん、卒業しても私の生徒であることには変わりありませんからね。悩み事があるなら先生に言いなさい。先生。あなたたち、私たちどうしたらいいのかわからなくて。さあさあ、これが本当の手延べ麺。本家流々軒はこちら。さあ、らっしゃいらっしゃいらっしゃい。あのお店ね。手延べ麺の中華そば屋さんなのね。あら、あっちにも同じような店があるわよ。はい、どうぞ、こちらでございます。こちらが元祖の流々軒。はい、いらっしゃい。元祖手延べ麺でございます。こちらが元祖。本家はこちら。本家の流々軒だよ。流々軒が2軒あるわ。支店にしては近すぎるわよね。私とますみの主人が兄弟喧嘩をして店を2つにしてしまったんです。おい、お前たちうるさいんだよ。品物まねのくせに。なに、お前らこそ偽物じゃねえか。早く流々軒の看板を下ろせよ。何？うちの店は偽物だと？この盗人どもが。なんだと？盗人とはなんだ？許さんぞ。おお、やるのか。おお、やってやるとも。貴様なんか叩きのめしてやる。何を兄貴に向かって。なんだと？あなたやめて。まゆみ、離せったら。やめて。やめてください。どくんだ。あら、同じ顔が2つ。絶対
対に許さんからな。実は私たちの主人も双子の兄弟なんです。お互いに双子同士だから私たち4人とも気があって、それでご結婚なさったのね。とっても幸せそうだったもの、あの頃のあなたたち。私たちが結婚した当時は亡くなった主人の父親の後を継いで兄弟で一つの店を経営していました。本当に仲の良い兄弟で何もかもうまくいっていたんです。私たちにとっても幸福な日々が続きました。そんなに幸せだったのがどうして困ったことになったの？昨年のことです。ラーメンマニアというガイドブックで龍龍軒が最高の三つ星をもらったんです。それからは店の前に行列ができました。大勢の人が喜んで食べてくださるし、私たちは毎日が楽しくて仕方がなかったものでした。そんな時です。冗談半分に龍龍軒の美味しさは誰の力によるものかという議論を始めてしまったのです。最初は笑いながら話し合っていたようですが、だんだんと本気になっていって、やがては2人とも自分の力だと言い張って譲らなくなってしまったんです。それでお店が2つに分かれてしまったの。私の主人の白龍が新しい店を作ってしまったんです。それからというもの、両方のお店ともお客さんが減っていく一方で。困ったわね。なんとか仲直りできないかしらね。要するにどっちが美味しいかが問題よ。でもそれだけで仲直りするのって難しい。ただ美味しいまずいって言ってるだけじゃ。そうね、ちゃんとした方に判定してもらうのも必要よね。そしてうまく仲直りができて。そんな人いるかしら。そうね。私そんな人の心当たりがあるんだけど。その方をぜひ紹介してください。山岡さん、これから山岡さんが遅刻した時には私が代わりにタイムカードを押しますから。ねえ山岡さん、お願いします。山岡はな、競馬に手が出せなくなってからずっと欲求不満で機嫌が悪いんだよな、山岡。違いますよ。じゃないんだよ、この競馬新聞は。競馬ができずに新聞だけ睨んでるなんて往生際が悪いじゃないか。そんなことで一流の記者になれますかってんだよ。よこせよこせってあ、ま、栗田君がああやって頼んでんだ。聞いてやれやなあ、山岡ちゃん。くそ、38大穴か。こりゃ来るな。私が代わりに馬券買ってきますから欲求不満にならないで。山岡さん、女と競馬の取り合わせは殺風景だ。あら、そんなの偏見だわ。第一、女に競馬はわからん。なんだあ、ちょっと山岡さん、今のセリフは聞き捨てならないわね。そうよ、女だからなんですって。いや、俺はだな。そうよ、女にだって競馬ぐらいわかるわ。現に私の高校の時の先生はですね。もう、わかったどこ行くんですか山岡さん。頼まれたことすればいいんだろ。待ってください。とにかく光龍白龍さんたちが仲直りしてくれればいいんです。そうすればますみもまゆみも。ちょっと山岡さん、山岡さん、どこまで行く気なんですか。ラーメンマニアって言ったら龍龍軒の兄弟が喧嘩別れする原因になった。ちょっと山岡さん。はい、編集です。はい、どうもどうも。山岡さんじゃないの。お久しぶり。どうも、編集長、しばらく。驚いた。ラーメンマニアの編集長と知り合いだったなんて。なるほどね。わかりました。ご協力しますよ。ありがとうございます。いや、何、ラーメンのうまい店が消えてしまうのを黙って見てるのは忍びがたいですからな。それにこちらにとっても龍龍軒は大切な取材相手ですから。よかった、これで一安心だわ。
編集長、はい。このラーメンマニア読むと麺の茹で具合からスープの出汁の取り方までよく調べてありますね。さすがだ。わかりますか、山岡さん。我々には優秀な取材陣がいますから。さあ紹介しましょう。今別の部屋におります。いやいや、そんなことはない。これには麺が縮れてない方が似合うんだ。いや、僕はこのスープには縮れた麺がいいと思う。縮れた方は存在感がありすぎるんだよ。いや、それはこの縮れが多すぎるのとシコシコ感を出そうとして麺が硬すぎるのが原因なんだ。麺は縮れてない方。あなたはすぐ感情的になる。それとこれとは話が違うんです。おお、どこが。今日はうちの雑誌の試作ラーメンの試食会なんです。今そこで激論を戦わしている2人のうち、ベレー帽の人はラーメン屋のボスなんです。屋台のラーメン屋から叩き上げて、今では50台もの屋台を支配しているんです。メガネの人はお医者さんでね、ラーメン好きが高じてラーメン屋を始めてしまった人なんです。あそこにいる人はタクシーの運転手でね、1日に1軒はラーメン屋に入るって人なんだ。和服の人は戦前からのラーメンマニアでね。すごい。みんなラーメンに関してはそうそうたるメンバーだわ。さすがラーメンマニアだ。いいメンバーのようだ。ええ、これなら説得力十分だわ。ラーメンマニアの今年度版のための取材をしてるんですけど、いや昨年最高の三つ星を差し上げた龍龍軒が2つに分かれたと聞きましてね。分かれた理由なんかを聞くためには今まで通りの覆面取材じゃ無理ということになったんです。早速ですが味を見させていただけませんでしょうか。わかりました。本物の龍龍軒はこの本家ですよ。さあどうぞ。麺を作るところからお見せしますよ。麺の生地はこの通りあらかじめよく練って寝かせてあるんです。この時点で打ち粉を十分にしておきます。いきますよ。見事にリズムに乗ってるね。全く素晴らしい。すごい。みるみるうちに麺らしくなっていくわ。これで麺の出来上がりです。お見事。手際の良さ、仕上がりの素晴らしさ、どこをとっても一分の隙もない名人芸ですよ。それでは調理にかかります。皆さんどうぞお席の方でお待ちを。いやあれだけ見事な麺を見せてくれると期待の麺作りの美学ですな。さあどうぞ。当店自慢の龍龍麺です。うわー、いい香り。美味しそうだわ。お待ちどうさまでした。
変だな。茹でる前はいかにもコシがあって美味しそうだったのに。どうもお世話様でした。お代はここに置きます。私たちはこの足でもう一軒の龍龍軒に参ります。それでうちの味の評価の方はいかがでしたでしょうか？それはお二人とも一緒に向こうの龍龍軒に来ませんか？そこで両方の店を食べ比べた研究会の意見を聞くといい。わかりました。確かに両方食べてみなくちゃどっちがうまいかわかりませんからね。やりましょう。うちこそ本物の味だってことを皆さんに分かっていただけると思います。光龍さんの名人芸と比べると数段見劣りするわ。では調理にかかります。そうですね。お待ちどうさまでした。麺が重曹臭いわ。コシもないし。すぐに戻ってくる。いかがでしょう？うちの味はどちらの店が美味しかったですか？結論を申し上げます。残念ながらどちらのお店にも星を差し上げることはできません。それどころか今年の本からは龍龍軒の名は外さなければならないと思います。なんですって？両方の店ともダメってことですか？まず光龍さんの店は生麺の仕上がり状態は本当に素晴らしかった。だがなぜか調理して出来上がった麺はあるべきはずのコシがなかった。次に白龍さんの店ですが、はっきり言って麺がダメだ。出来上がったものはそれほど悪くなかったが、しかしいずれにしても去年までの龍龍軒の味とは比較にならぬひどさです。そういうわけで残念ながらもはや我々ラーメンマニアの評価の対象とはならなくなりました。おっと、ちょっと待ってください。白龍さん、この麺でもう一度作り直してみてくれないか？私がですか？そうさ。このまま龍龍軒の名声を失いたくはないだろう。これですよ。この味です。しゃっきりとコシのある麺、滑らかな舌触り。ほんと素
すごく美味しいわ。これなら堂々の三つ星です。同感だ、三つ星以上ですよ。じゃあやっぱり今の麺はまさか。そうこれは光龍さんの麺です。さっきの残りを持ってきたんだ。やっぱり。でも光龍さんの麺ならさっきひどいって言われたばかりなのに。それは光龍さんが調理したからだ。一体どういうことなんですか？麺というのは小麦粉から作るが、麺のコシを作るのは粉の中のグルテンというタンパク質だ。さらに中華そばの場合、グルテン形成を促進させるために炭酸カリを主成分とした甘水を加える。これを加えすぎると、さっきの白龍さんの麺のように色が黄色くなりすぎ、重曹臭くなる。一方光龍さんの麺は塩水の加え方も甘水の加え方も最高だし、寝かせる前のこね方も十分だった。しかしその後の調理法が問題だ。光龍さんは湯を沸騰させすぎて、麺が釜の中でひどく激しく動いていた。あれでは麺の表面が荒れて、せっかくの麺の味が湯の中に逃げてしまう。一方白龍さんの茹で方は大したものだ。湯加減、火加減、麺の出し入れのタイミング、全く天才的な勘でやってのけている。しかし麺がダメだ。光龍さん、白龍さん、あなたたちは一心同体なんだ。どちらが欠けてもうまいラーメンは作れないんだぜ。光龍さん、白龍さん、結論は出てるじゃないの。光龍さんが麺を作り、白龍さんが調理すれば三つ星がもらえるのよ。ねえあなた、仲直りして。もうつまらない意地を張らないで。昨日はありがとうございました。おかげさまであの子たちも喜んでおります。ああ、そうですか。どうしたんですか山岡さん。これもみんな山岡さんのおかげだって。ああ、くそ、買っとけばよかったな。自信あったんだよな。あ、そうだ、見てください。今日の大井グランプリの第7レース38の大当たり。なんだって。お昼休みに先生と買いに行ってきたんです。大穴で65倍。65倍？実は先生は昔から競馬の天才で家まで建てた方なんですよ。いやーね、栗田さん。聞いたぞ聞きましたよ。そんなに儲かったんならおごらないと罰が当たりますね。もちろんそのつもりです。さあ行きましょう。やったー、ラッキー。山岡さんも行きましょう。表のステーキ屋さんで待ってます。何でも頼んでください。山岡、お前もバカだね。競馬やめちまうなんてさ。じゃあね、ゆうこちゃん待って。買えばよかった。新しいもの好きで陽気なハイカラばあさんと言われた私のおばあちゃんがボケてしまったみたいなんです。鳥の水炊きが食べたいって築地の鳥源に連れて行ったのに、ここは鳥源じゃないよって泣き出してしまったんです。
味もわからなくなるほどボケてしまうなんて。本当にボケのせいなのかな。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ下の記憶」お楽しみに。